皆様こんにちは。今日は多くの方がご存じない、または知っているけれど遠慮してリクエストされていないものを中心にご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、次の旅行や出張の際に遠慮なくリクエストしていただければと思います。まず機内には医薬品が搭載されています。ファーストエイドキット、メディカルキットといった緊急時や医師の指示のある時のみ使用可能なものもありますが、お客様ご自身の判断でお飲みいただける市販薬などの入った簡易薬品のキットもあります。この簡易薬品ケースには主に鎮痛剤、乗り物酔い止め、胃腸薬、鼻炎用スプレー、擦り傷用スプレー、絆創膏、体温計などが入っています。航空会社によって搭載されている薬品に違いはあると思いますが、機内でお困りの際には一度 CA に声をかけてみてください。アイマスク、耳栓、歯磨きセットは実はエコノミークラスでももらえます。ごく少量しか搭載されていませんし、経費削減で載せなくなってしまった航空会社もあるので、必ずあるとは言い切れませんが、忘れてしまって困った場合にはぜひ CA に聞いてみてください。続いて飲み物です。エコノミークラスにも牛乳やデカフェのコーヒーがあることをご存知ですか？非常に少ない量しか積んでいないことが多く、すぐになくなってしまう量なので積極的にサービスすることはありませんが、聞けばもらえます。機内には電子レンジがあるので、ホットミルクを作ってもらうこともできます。食事のサービスなどが終わり、 CA の仕事が一段落した後に頼んでみると作ってもらえると思いますよ。なかなか眠りにつけない機内で、ほっとする温かい飲み物を飲んでリラックスして眠りにつけるといいですね。普通のミネラルウォーターだけでなく、炭酸水も載っています。上空の酔いの周りは地上の3倍と言われています。ですので飛行機の中での飲酒は避けられている方も多いと思いますが、シュワッとしたい瞬間ありませんか？そんな時は炭酸水を頼んでみることをお勧めします。ノンアルコールビールも載っているので、そちらもおすすめですが、私は炭酸水に輪切りのレモンを入れてもらって飲むのが好きです。食事のおかわりはもらえるの？と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。もらえます。同じものを丸ごともらえることはありませんが、余分に搭載されていた食事の一部や飲み物と一緒に出されていたおつまみのナッツ、中間食として用意されているサンドイッチやおにぎりを早めにもらうこともできます。食事やスナックの搭載状況によっては希望のものは出てこないかもしれませんが、小腹を満たすための何かを出してくれると思います。空席が多い場合には毛布や枕を備え付けのもの以上に借りることができます。満席の場合には予備が 1,2 個しかないので、おそらく借りられないと思います。赤ちゃん用のおむつと生理用品も載っています。赤ちゃん用のおむつは M と L サイズが通常載っていて、生理用品は基本的に羽根付きでないものが載っています。皆さんの目につくところには置いていませんが、 CA に聞けば持ってきてくれます。国内線に乗った時のように積極的に配ってはくれませんが、国際線にもおもちゃが載っています。お子様が機内で飽きてしまった時、搭乗の記念品が欲しい時など CA に気軽に聞いてみてください。粉ミルクも機内に載っています。数に限りがあるので、忘れてしまった時や足りなくなってしまった時の予備としてお考えください。また搭乗24時間前までのリクエストで座席を買っていないお子様でも
離乳食のベビーミールやキッズミールなどをオーダーすることができます。持ち込みにいろいろと制限のある飛行機の中でお子様をぐずらせないために必要になるアイテムだと思います。ぜひ事前リクエストしてください。こちらは日本の航空会社に限ったことかもしれませんが、実は青竹踏みが機内にあるのをご存知ですか？天井裏の比較的取り出しにくいところに収納されているので、出ていない便も多いのですが、実は機内にあるんです。日本の航空会社は手話ができる客室乗務員が多いことをご存知ですか？このバッジは全国手話検定4級以上を取得した客室乗務員がつけているそうです。手話は言語によって違うので、日本語以外の言語はタブレット上の筆談などでコミュニケーションをとってくれます。絵はがきやボールペンも機内でもらえます。すべてが電子化されている昨今ですが、機内でもらった飛行機の絵はがきにメッセージを書いて海外からエアメールを送ってみてはいかがでしょうか。ご家族やご友人に送られるのもいいと思いますが、無事に旅から戻ったご自分に書かれるのも素敵だと思います。そしてこちらは機内にあるものではありませんが、旅や移動の記念にぜひもらっていただきたいのがフライトログブックへのサインです。ログブックは正式なものでなくても、このような自由形式のもので十分です。空を飛んだ記録をぜひ残してみてください。ログブックをお持ちにならなかった際には、先ほどご紹介した絵はがきなどに書いてもらうこともできます。御朱印帳のようにご自身の旅や移動の記録として楽しんでいただけると思います。絵心のない私が現役 CA の頃は、ログブックを頼まれた時用に飛行機関連のシールを買い集めて携行していました。ご搭乗の日付や便名、出発地と到着地、巡航コードや飛行時間、ルートや飛行機の基盤などと一緒にコックピットやキャビンクルーのポジションと名前を記入し、シールでデコレーションしてお返ししていました。もちろんどなたでも頼んでいただけます。ログブックを渡すタイミングは搭乗後比較的早い時期がいいと思います。早めにお渡しいただければ CA も記入するタイミングを確保しやすく、丁寧に記入することができます。お客様からのこういったリクエストは多くの CA の喜びです。少し話がそれますが、現役時代アジア方面に向かうとても忙しい便でお食事サービス中にお客様が実は今日僕の誕生日なんですと教えてくださったことがありました。おめでとうございますの一言では物足りなくて、やっと確保できた3分ほどの時間で飛行機の形の風船にお誕生日おめでとうございますとクルーの名前を記載し、お降りの際にお渡ししたところ、後日お礼状をくださったということがありました。最低限のことしかできなかったのに感動してくださったことに喜びを感じ、仕事がより好きになれたことを思い出します。多くの CA はお客様に喜んでいただくことが大好物です。ぜひ遠慮なく CA に話しかけ、飛行機での移動という限られた時間と空間を楽しんでください。今回はフルサービスキャリアのエコノミークラスについてお話ししました。この動画が好評であれば、またビジネスクラスやファーストクラスバージョンも作ってみたいなと思っています。今後も旅行や飛行機に関することを動画として上げていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。